靴が締まって見えるというか美しく見えるので。はい、こんばんは。やっていきますか。今日もレイジーマンの靴ですね。前回出し縫いをしまして SPI12 番 2mm 間隔ぐらいで出し縫いをやりましたので、今日はコバ加工、このコバをね綺麗にバチッと決めていきたいと思います。溝が彫ってあって出し縫いがここに見えてるんですが、こいつを戻して綺麗なソールを作っていきます。さあ、この皮を起こした皮を濡らして柔らかくして、この皮のシワを伸ばしながら元に戻していきます。はい、ドブ伏せできました。目が見えなくなってつるっとしたソールになりました。それでここウエスト部分、今ね縫い目が見えててわかんないかな、ちょっと見えにくいですね。でこのウエスト部分すんごい分かりにくいですけど、ベルトがちょっと見えてるの分かりますかね、茶色いのが。でそこにこのソールがはみ出してくっついてるんですね。ここ見ると分かりますね。ベルトよりもソールがはみ出してるこの分をこう押しつぶして、このベルトの糸の上にこう巻き込んでいきます。こうやってねグッとここをこう折り込んで、ウエスト部分の糸を見えなくしてソールとアッパーを密着させる。これがベベルドウエストですね。このコバを濡らして皮をね柔らかくしてソールを押し込んでウェルトにかぶせていきます。この内側の踏まずも同じように中に入れていきます。はい、こんな感じで巻き込みましたね。上から縫い目が見えないですよね。こっちもちょっとマスキングが邪魔でこの部分取ったんですけど、この内踏まず部分はもともと見えないんであれですけど、より見えなくなってます。でこのソールを叩いてこうアッパーに密着させます。こんな感じにコバを削りました。で目付けが縫ってる間にねどんどんなくなっちゃって、かなりね薄くなってます。今せっかくねシュトパライ斜めにつけたんですけど、これをつけ直します。これ前と同じ作業なんですけど、もう一回この目付けゴテで一目一目つけていきます。で今もうすでに縫い目が入ってるんで、この縫い目の間をしっかり捉えて、縫い目の間にこうグッと溝をつけていきます。はい、こんな感じでしっかりつけ直しました。ガラスでコバを削っていきます。ガラスで削るのね気持ちいいぐらい削れるんですよね。コバにかけるコテはこれを使いますね。このコテの音がねすごい好きなんですよね。こいつを使います。このコバにコテを当てて磨いていきます。
もう一回いきます。この土踏まず部分はこんな踏まずごてってやつを使います。この土踏まず専用のやつですね。なんかベベルドウエストってソールのウエスト部分が結構細いやつのことみたいに使われることがあるんですけど、そうではなくて、ウエスト部分が細くなるっていうのもベベルドウエストの特徴の一つではあるんですけど、それプラスソールがウェルトを覆い隠して縫い目を全く見えなくしてアッパーにガッと食らいつくような、そういうのが本物のベベルドウエストなので、結構市販品でそういう風に見せてるやつもあるんですけど、本物のベベルドウエストの既製品っていうのはほとんど見ないですね。たまにありますけどね。別にこんな本物かどうかなんてこんなところ気にするのはね、本当に自己満の世界なんで別にどうでもいいんですけど、一応フルハンドでやる手製靴の技術としてこんな感じに手の込んだことをやる方法がありますね。機能的には全然意味ないですね。本当に見た目だけの問題です。こんな感じかな。よし、いいでしょう。はい、できました。ソールはこんな感じ。めっちゃ細いことにはしてないんですけど、こんな感じで結構いい感じのソール形状になってますね。でコバがこんな風になってます。しっかり直線が出て綺麗に磨けました。でウエスト部分はアッパーにがっつりへばりついて糸は全く見えないですね。ここはずっと細かい出し目が来てるんですけど、ここからソールをぐっと巻き上げて、ここがベペルドウエストになってます。こんな感じですね。いつも靴作りの時にこだわってるんですけど、いつも結構コバ作る時こだわってるのがここですね。ここをねめっちゃ直線にしてます。こんな感じです。この土踏まずのところはかなりグッとカーブしてるんですけど、ここからつま先にかけてバッチリ直線になるようにするのが結構こだわりですね。ここですね。ここがねすごい綺麗に決まってるとすごく靴が締まって見えるというか美しく見えるんで、ここはかなりポイントです。やっぱりフルハンドメイド、手で作るからこそできるこの仕上がりなんですよね。はい、ということでコバ仕上げをやりました。目付けのあたり、シトパライはもう少しソール仕上げのあたりでやると思います。というわけで今回はねコバ仕上げをやりました。今日も今日とて疲れましたが、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。